今日は魂のこもったボーカルが魅力のソウルのスタイルを解説するよ。ソウルフルなボーカルという表現は聞いたことがある人も多いかもしれない。でもその由来となったソウルは日本での知名度はあまり高くないかな。ソウルは R&B と関連が深いジャンルで、歌声も曲調もかなり共通点が多い。だから日本ではソウルミュージックも R&B と呼ばれてしまうことが多いね。ソウルと R&B の差は何かというと、ソウルの方が古い洋楽の影響が強い。ソウルの歌声はブルース系の影響、特にゴスペルの影響を強く受けているよ。それとソウルは派生ジャンルとしてファンクやディスコ音楽を生み出した。由来となったことからわかるように、ソウルもファンク系のノリは強いよ。つまり R&B にゴスペル風の歌とファンク系のノリを足すとソウルになる。スノでもこんな感じの効果になるよ。それじゃスタイルを解説していこうか。レトロソウルは初期のソウルのこと。ゴスペルにかなり強い影響を受けている。熱唱ボーカルとゴスペル風のコーラス、後のファンクにつながる軽快なノリが特徴。スムースソウルは初期のソウルをポップでメロディアスにした曲。初期のソウルよりはスローテンポで静かな雰囲気の曲になるよ。このスローテンポで静かなソウルにヒップホップの強いリズムを足すことで現代の R&B が誕生したよ。そして R&B の大躍進が始まる。ネオソウルは R&B が主流になって R&B から強い影響を受けたソウル。かなり R&B に近い曲調だから同一視されてしまうことも多いよ。だからネオソウルは定番の R&B とは違う要素を取り入れることが多い。スノでも R&B と似ているけど少し変わった感じの曲調になるよ。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。忘れたくても忘れたくて忘れられない忘れられない思い出たちが夜に忘れたくても忘れられない思い出たち忘れたくても忘れられない思い出たちが夜に舞う言葉にならない思い忘れたくても忘れられない思い出たちが夜に舞う言葉にならない思いソウルミュージックのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。 R&B が主流となって以降のソウルはかなり R&B に近い曲になったけど、それでも R&B とソウルには差がある。スノでもそれなりに違いは出るよ。ただ問題なのは R&B とソウルの差は曲調や音の古さにつながってしまうこと。聞いての通りソウルは R&B よりゴスペルなどの古い洋楽の影響が強い。
だからソウル系は R&B 系よりも曲調が古く音質も悪くなりやすいよ。汎用的に使えるのは R&B 系スタイル。ソウル系は使いにくいことは間違いない。動画の後半ではソウルから派生した音楽ジャンルを解説していくよ。モータウンはポップ要素を足したソウル。明るく軽快な雰囲気が特徴だよ。他のソウルよりもかなりポップだけど初期のソウルらしい一面もある曲。ブーガルーはラテン音楽の要素を足したアップテンポなソウル。スノだと妙に効果が強いんだよね。かなり強く曲調を変える効果があるよ。トラップソウルは名前の通りトラップとソウルを混ぜた音楽ジャンル。基本的に曲調はほぼトラップでボーカルがソウル風になることが多いよ。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。忘れたくても忘れられない思い出たちが夜に舞う言葉にならない思い抱えて闇を裂いて進む。忘れたくても忘れられない思い出たちが夜に舞う言葉にならない思い抱えて。忘れたくても忘れられない思い出たちが夜に舞う言葉にならない思い抱えて闇を裂いて進む。忘れたくても忘れられない思い出たちが夜に舞う言葉にならない思い抱え。魂の叫び夜空に響く涙の川を越えてゆく傷だらけでも魂の叫び夜空に響く涙の川を越えてゆく傷だらけでも。ソウルから派生した音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ソウル系スタイルはやはり曲調や歌が古くなりやすい問題がある。対策として分かりやすいのはそもそも古い曲を作ってしまうこと。日本なら演歌や歌謡曲を作るのであれば古い雰囲気は何の問題にもならないね。現代の曲を作る場合であっても古さは必ずしも欠点にはならない。音楽においては古さが力強さや分かりやすさを伝えることも多いからね。古さを欠点にしてしまうのなら R&B 系スタイルを使えばいいわけでソウル系スタイルを使うのであれば古さも魅力として考えていきたいね。それじゃまたね。